こんにちは、エルカズゲームチャンネルのカズです。このチャンネルではプレートアップをより楽しく遊ぶための知識を紹介していきます。今回は分配器とコンバイナーについて解説。基本から応用、豆知識まで幅広く解説していくから、ぜひ最後まで見ていってください。今回のトピックはこれ。使い方わからないランキング上位の分配器とコンバイナーについてまとめて解説します。相性がいい設備も紹介するので、自動化に役立ててみてください。まずは分配器について紹介します。分配器はピザやスープといった大きな料理を取り分ける部分を自動化してくれる装置です。分配器の隣、矢印が書いてある側に取り分け元の料理を置くことで、取り分けた料理を分配器上に取ってきます。取り分けはもともと時間のかからない動作なので、なくてもいいのではと思うかもしれませんが、一度使ってみると便利さがわかります。ただ手動よりも1区画多くスペースを使うので、スペースの余裕と相談しましょう。次はコンバイナーの使い方について紹介します。ピザ生地にトマトソースを塗る、パイ生地に肉を入れるといった組み合わせ動作は、手でやるときは同じ場所に物を置くだけですが、自動でやるにはコンバイナーが必要です。コンバイナーは自分の上に置かれたアイテムを矢印側のアイテムに組み合わせます。組み合わせ動作は一瞬なので、例えばコンベヤ上を流れるアイテムに適用するといったことも可能です。コンバイナーは料理の自動化において中心的な役割を持つ重要設備なので、設計図が出てきた場合は確保したりコピーを狙ってもいいでしょう。分配器やコンバイナーと相性のいい設備を紹介します。まずは分配器です。1つ目はグラブ系です。出来上がった大きな料理を分配器の上に置いたり、取り分けた料理を運ぶことができます。2つ目は調理台系です。大きな料理は取り分けることで複数の料理になりますが、調理台を使えばそれを1箇所にまとめてしまうことができてとても便利です。次にコンバイナーと相性がいい設備です。1つ目は何といってもグラブ系です。そもそもコンバイナーは上に食材を置かないと役に立たないので、手でコンバイナーに置くなら手動で組み合わせても手間はほとんど変わりません。コンバイナーに食材を置く動作をグラブで自動化することで、初めてコンバイナーの利点を生かせると言えます。2つ目はオイルです。ピザやアップルサラダにしか使われないオイルですが、手に持つことができて使ってもなくなりません。この特性を生かして回転時に作業場所に向けたコンバイナーの上にオイルを置いておくことで、オイルが勝手に使用されるようになります。次は豆知識コーナーです。まずは分配器の豆知識です。分配器は分配器上に取り分けられた料理を使うのが普通ですが、大きな料理の取り分けゲージを最大にしてくれるという効果もあります。実は取り分けゲージが最大の大きな料理からは、アクションボタンワンタップで料理を取り分けることができるので、手動の場合は分配器上から取るのと手間は変わりません。これが役に立つ場面は少ないのですが、スペースの有効活用を行うことができます。本来分配器を使う場合、大きな料理を置く場所と分配器の場所、両方に手が届く必要があります。一方、この特性を生かして大きな料理から直接取るようにすることで、分配器が手が届かない場所にあっても素早く料理を取り分けられるようになります。次はコンバイナーの豆知識です。ピザやパイ、朝食では小麦粉を丸めた小麦粉にして使います。丸める方法は2種類あり、小麦粉をカウンター上でこねる方法と、小麦粉を手に持ってシンクに向かってアクションする方法があります。シンクを使った方法だと一瞬でできるので、こちらでやっている人が多いと思います。実はコンバイナーを利用することでこれも自動化できます。やり方は簡単で、シンクに向けてコンバイナーを置くだけです。この状態でシンクに小麦粉が置かれると、自動的に丸めた小麦粉になるので、自動化の際に便利です。さらにこのコンバイナーの上にオイルを置くと、一気にピザ生地にすることもできるので、ピザ自動化の際はぜひやってみてください。ここでピザ自動化の実践を見てみましょう。それではピザ自動化の流れを見ていきましょう。まずはピザ生地を作る部分です。ここではミキサーを使ってしまっていますが、本当はシンクを使った方が早く処理ができます。次にピザ生地にトマトソースとチーズを乗せていっています。それぞれをミキサーで処理してコンバイナーの上に乗せることで、ピザ生地の上に乗せています。ピザの場合、トマトソースを先に塗らないとチーズを置けないので、
このような順番になっています。最後にピザを焼いて切り分けてお皿に盛り付ける部分がここになっています。ピザが焦げないように安全コンロを使っているところがポイントです。それでは実際に動いているところを見ながらエンディングにしたいと思います。ということで今回は分配器とコンバイナーの使い方について紹介しました。まだまだ分かっていないことも多いので、他にも便利な知識があったらぜひコメントで教えてください。他にもこんなことについて知りたいという内容があったら優先的に解説していくのでコメントお待ちしています。グレートアップの楽しさをもっとたくさんの人に知ってほしいので、これからも動画や生配信で伝えていきます。Twitch で生配信もやっているのでぜひ遊びに来てください。ではバイバイ。